こんにちは、もしおです。今回はメガドライブミニ2の北米版であるジェネシスミニ2の情報です。昨日、国内の Amazon と北米 Amazon に商品情報が掲載され、その後、ジェネシスミニ2の公式サイトの公開も確認できましたので、本日2022年7月14日時点で分かっている情報をざっとまとめさせていただきます。推測の部分もありますが、できるだけ情報をまとめてみたいと思いますので、お時間がございましたらよろしくお付き合いください。それでは最初に国内 Amazon に掲載された情報から。昨日7月13日はプライムデーの最終日でにぎわっていた Amazon ですが、突然ジェネシスミニ2の情報が掲載されました。この段階ではまだ収録ソフトに関する情報はなく、2022年10月27日の発売で価格は 15,400 円となっていました。出荷元・販売元は Amazon COJP で予約できるような状態になっていますが、注意書きには本商品は米国内でのみ販売しています。米国以外のお客様がご注文された場合にはキャンセルさせていただきますのでご了承くださいと書かれています。記載通りであれば予約を入れても後日キャンセルされるのではないでしょうか。そこでなぜ国内 Amazon で販売しているのかという疑問が生まれますよね。これは推測に過ぎませんが、おそらく Amazon のシステムの都合ではないでしょうか。同じ URL で COJP の部分を .com に変更すると、北米 Amazon のジェネシスミニ2の商品ページが表示されます。こちらも北米販売専用との記載があり、2022年10月27日の発売で価格は 103.8 ドル。商品データとしてはこちらがメインですよね。同じ商品データを使っていて、システムの都合で日本の Amazon にも表示されてしまっている。そう考えた方がしっくりくるような気がします。次に同じ頃に公開されたと思われるジェネシスミニ2の公式サイトを見てみます。日本のメガドライブミニ2の公式サイトと比べるとあまりにも簡単な作りで、とりあえず間に合わせで作成しましたという印象を受けました。販売サイトも今のところ北米 Amazon だけのようです。販売規模的にはメガドライブミニ2よりも大きく、本命だと思われるだけに少し意外ですね。しかも前回の公式サイトはセガ .com のサイト内にありましたが、今回はなぜかセガ JP のサイト内に設置されています。まだ仮のものなのかよくわかりませんが、何かと謎が多いですね。収録ゲームもいくつか公開されました。メガドライブミニ2と同じタイトルが16本、ジェネシスミニ2のみのタイトルが7本、合計23本です。メガドライブミニ2でも第2回目の発表と異世界おじさん放送の時点で23本の収録ゲームが判明していますが、この時点でのジェネシスミニ2の23本は国内の23本に該当するものとここでは推測しておきます。その前提でないとまた発表イベント前におもらしみたいな話になってしまいますよね。ここでは現時点のジェネシスミニ2のリストのみに存在する7本のゲームを確認しておきます。1本目はアウトランナーズです。これは少し羨ましいと思った方もいらっしゃるかもしれませんね。メガドライブ後期のゲームでロム容量もアウトランの2倍の16メガビットとレースゲームとしてはなかなかリッチな内容です。ただメガドライブ版は常に上下で画面が分割されていて、少しちまちまとしている印象があるんですよね。それが影響してかゲームの方も大雑把な仕上がりで、少し緊張感に欠けるレースゲームになってしまいました。北米版はデータイーストから発売されています。 G モードのコピーライトも確認できますね。個人的には北米版のパッケージを持っていたはずなのですが、行方不明なのか少し探してみたのですが出てきませんでした。2本目はスーパーハングオンです。メガドライブ初期のタイトルでフレームレートが低く操作性も良いとは言えないため、今更なんでという声も聞こえてきそうですが、アーケード版はセガを代表する体感ゲームの一つです。メモリアルという意味では収録されてもそれほど不思議ではないのかもしれません。3本目はソニック 3D ブラストです。クォータービューのアクションゲームですね。日本未発売ということで
当時は一部で話題になり、私も北米版を購入しました。その後、国内ではセガサターン版が発売になりましたので、ご存知の方も多いかもしれませんね。4本目はベクターマン2です。日本未発売のソフトですね。前回のジェネシスミニにベクターマンが収録されていましたので、その流れで続編が収録されたのかもしれません。1作目は非常によくできたアクションゲームで、私も90年代後半に北米版を購入して最後までクリアしましたが、とても満足できる内容でした。当時その流れで2作目のベクターマン2もプレイしたのですが、少し凝りすぎていて面倒に感じた覚えがあります。結局当時は途中でやめてしまったのですが、今プレイしたらまた違った印象を受けるかもしれませんね。5本目はジルーズです。国内版はプレミアソフトとしても有名なゲームですね。当時私は安価だった北米版を購入してプレイしました。同時期のコミックスゾーンは誰がプレイしても楽しめる内容でしたが、こちらは個性的な内容で遊ぶ人を選びそうです。ちゃんと遊べば面白いのですが、プレミア価格で購入するほどかと言われると少し微妙な感じなので、ジェネシスミニ2のようなハードで遊べるようになるのは嬉しいかもしれませんね。6本目はレインボーアイランドエキストラです。国内でも発売された対等のアクションゲームですね。北米のジェネシスでも人気があったのでしょうか。このソフトの収録は少し意外でした。7本目はローリングサンダー2です。このイラストではレイラが完全に別人になってしまっていますね。この2作目は国内でも発売されましたので、遊んだことがある方も多いのではないでしょうか。ただジェネシスには北米ジェネシスだけで発売されたローリングサンダー3という独自の続編が存在しますので、そちらの方がジェネシスらしい作品だったかもしれませんね。以上が現時点でのジェネシスミニ2独自収録のソフト7本になります。なかなかの良作揃いですね。ただ前回のジェネシスミニもそうでしたが、比較的日本人に馴染みがあるソフトばかりで、洋芸らしい海外独自のソフトが少ないようにも感じました。それだけ当時の日本のゲームが優れていたということだと思いますが、もう少し海外色があっても良いかもしれませんね。ここで少し気になったのが、北米版であるにもかかわらず当たり天元のゲームが1本も入っていない点です。ガントレットはもちろんですが、マーブルマッドネスやペーパーボーイといった作品は北米では日本以上に定番だと思いますので、この段階で1本も入っていないとなると、やはり天元のゲームの収録は厳しいということなのかもしれません。次はジェネシスミニ2のコントローラーについてです。前回のジェネシスミニはメガドライブ初期の形状の3ボタンのコントローラーが2つ付属していて嬉しかったのですが、どうやらジェネシスミニ2で付属するコントローラーは1個のようですね。パッケージ写真にも1つしか掲載されていませんが、 Amazon の販売ページでもワンワイヤードコントロールパッドと記載されています。気になるのはコントローラーのサイズですよね。パッケージの写真ではジェネシスミニ2本体よりも大きく写っているので、北米独自のサイズと期待してしまいましたが、 Amazon の商品ページに記載されているサイズは国内のファイティングパッド 6B と同じでした。結局ジェネシスミニ2に付属するコントローラーはスタートボタンの色が違うだけで、メガドライブミニ2に付属するコントローラーと同じもののようですね。次は販売方法と販売価格に関して。正直なところまだ謎の部分も多いのですが、とりあえず北米 Amazon で予約が開始されていて、価格は103.8ドルとなっています。ここではこれを基本として考えていきます。価格に関しては国内のメガドライブミニ2が1978円なので、ジェネシスミニ2の103.8ドルはおおよそ1ドル100円に近い計算ですよね。ちなみに動画編集時点での為替レートは1ドル138円前後ですので、かなりの開きがあります。国内 Amazon に登録されているジェネシスミニ2の販売価格は 15,400 円となっていますが、おそらくこれは北米の103.8ドルを基準に現在の為替レートプラスアルファで Amazon が機械的に算出した金額だと勝手に予想しています。国内の Amazon では
北米版のゲームがこのような形式で販売されているケースがいくつかありますので、ジェネシスミニ2も同様なのではないでしょうか。今のところジェネシスミニ2の国内販売分をセガが15,400円と定めたということではないと個人的には考えています。少し気になるのが北米アマゾンでの販売分も発送先が北米に限られている点ですね。従来は日本までの送料さえ負担すれば注文可能でしたので、今回に限って意図的に北米限定としていることになります。これは以前奥成氏もコメントしていましたが、用意できる台数が限られているからではないでしょうか。少なくとも2022年の10月27日に用意できるジェネシスミニ2の台数が限られていて、それを日本から購入されると困るというようにも受け取れます。少し気になるのは北米アマゾンの販売ページでも出荷元・販売元が AmazonCOJP となっている点ですね。全くの素人考えではありますが、急激に円安が進んでいるので輸出という形式にした方が有利だったりするのでしょうか。この辺りは素人が考えても仕方がないことなので、少し様子を見てみようと思います。今回ジェネシスミニ2のプロモーション映像も同時に公開となりました。プロモーション映像といえば例のあれですよね。映像を明るくすると何かうっすらと見えてしまうあれです。ジェネシスミニ2のプロモーション映像にも収録タイトルに関するヒントが隠されているかもということで、早速チェックしてみました。結論から言ってしまうと残念ながら何も分かりませんでした。今回の映像は明るくしても何も確認することができません。国内版のプロモーション映像とは異なり、バレ対策がなされていました。少し残念ではありますが、後発の北米版の映像で対策がなされたと考えると、国内版のプロモーション映像に映っていたものがセガ得意のおもらしであったと考えることもできてしまいます。実際のものが見えてしまったのか、仮に入れたものが見えてしまったのか、それとも釣りだったのか、現時点ではまだ分かりませんが、これからの発表で答え合わせができますので楽しみですね。いかがでしたでしょうか。ジェネシスミニ2収録のゲームを1本くらいプレイするつもりでいたのですが、予定外の動画となったため時間がなくなってしまいました。本日は7月14日ですので、明日15日の夜にはメガドライブミニ2の3回目の発表イベントがあります。何が発表されるのか今から楽しみですね。翌日の土曜日にはまた情報をまとめた動画を上げる予定でおりますので、そちらもチェックいただければと思います。それではまた。今回はもしおがお送りしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。